皆さんこんにちは。今日は私の日本での生活についてお話しします。私の名前はジェシーです。アメリカから来ました。4年前に日本に行きました。最初の2年間は大阪に住んでいました。私は日本語学校に週5日通っていました。授業は朝9時に始まり、午後1時に終わります。先生は2人います。葉月先生は文法を教えてくれます。彼女はとても優しいです。吉田先生は語彙を教えてくれます。彼女は授業の前に学生が語彙を勉強していることを求め、授業では語彙の使い方を詳しく説明してくれます。学校は午後1時に終わります。その後、私は八百屋に行きます。八百屋はとても新鮮で安いです。それから家に帰って昼ご飯を食べます。昼ご飯にはいつも少なくとも1種類の肉と野菜が入っています。私は魚とエビが嫌いです。その後、昼寝をします。1時間寝ます。午後はコンビニでアルバイトをしています。この仕事はとても面白いですが、時々とても忙しいです。お客さんのほとんどは日本人です。彼らはとても親切で優しいですが、中にはとても厳しいお客さんもいます。2年前に私は東京に引っ越ししました。早稲田大学に合格しました。学生生活はとても忙しいです。毎日授業があります。授業は朝9時から始まり、午後5時まで続きます。私は経済学を勉強しています。経済学は難しいですが、面白いです。授業が終わった後、友達と一緒にカフェに行くことがよくあります。カフェでお茶を飲みながら勉強の話や日常のことを話します。大学ではいろいろなクラブ活動もあります。私は音楽クラブに参加しています。クラブ活動ではギターを弾いたり歌を歌ったりします。音楽が大好きなのでとても楽しいです。週末は東京の観光地を訪れることがあります。例えば、浅草寺や渋谷のスクランブル交差点に行きます。
東京はとても大きくて、人がたくさんいますが、楽しい場所も多くて、毎週末が楽しみです。これからも日本での生活を楽しみながら、勉強を頑張りたいと思います。日本語をもっと上手に話せるように毎日練習しています。将来、私は日本で働きたいと考えています。そのために今はしっかりと勉強しています。皆さんこんにちは。今日は私の日本での生活についてお話しします。私の名前はジェシーです。アメリカから来ました。4年前に日本に行きました。最初の2年間は大阪に住んでいました。私は日本語学校に週5日通っていました。授業は朝9時に始まり、午後1時に終わります。先生は2人います。葉月先生は文法を教えてくれます。彼女はとても優しいです。吉田先生は語彙を教えてくれます。彼女は授業の前に学生が語彙を勉強していることを求め、授業では語彙の使い方を詳しく説明してくれます。学校は午後1時に終わります。その後、私は八百屋に行きます。八百屋はとても新鮮で安いです。それから家に帰って昼ご飯を食べます。昼ご飯にはいつも少なくとも1種類の肉と野菜が入っています。私は魚とエビが嫌いです。その後、昼寝をします。1時間寝ます。午後はコンビニでアルバイトをしています。この仕事はとても面白いですが、時々とても忙しいです。お客さんのほとんどは日本人です。彼らはとても親切で優しいですが、中にはとても厳しいお客さんもいます。2年前に私は東京に引っ越ししました。早稲田大学に合格しました。学生生活はとても忙しいです。毎日授業があります。授業は朝9時から始まり、午後5時まで続きます。私は経済学を勉強しています。経済学は難しいですが、面白いです。授業が終わった後、友達と一緒にカフェに行くことがよくあります。カフェでお茶を飲みながら勉強の話や日常のことを話します。
大学ではいろいろなクラブ活動もあります。私は音楽クラブに参加しています。クラブ活動ではギターを弾いたり、歌を歌ったりします。音楽が大好きなので、とても楽しいです。週末は東京の観光地を訪れることがあります。例えば、浅草寺や渋谷のスクランブル交差点に行きます。東京はとても大きくて、人がたくさんいますが、楽しい場所も多くて、毎週末が楽しみです。これからも日本での生活を楽しみながら勉強を頑張りたいと思います。日本語をもっと上手に話せるように毎日練習しています。将来、私は日本で働きたいと考えています。そのために今はしっかりと勉強しています。